皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、米中新冷戦におけるアメリカの戦い方として提言されている戦略があります。今回はそのことを取り上げていくのですが、その戦略というのがどのようなものか、一言で言うならば、習近平氏を排除せよという提言です。一国の指導者を排除すると聞くと、例えば一番最初に思い浮かぶ作戦といえば斬首作戦などがこれに該当します。例えば北朝鮮の金正恩氏を排除することができれば、それによって北朝鮮は大きな国家体制の変更を迫られることとなるでしょう。もちろんその動乱期につけ込むことができれば、それこそ北朝鮮の国家的な立ち位置を中国から引き離すことすらももしかしたら可能かもしれません。そのように国のトップを排除し変えるということは、国家情勢においても国際情勢においても非常に大きな意味を持ちます。ただし、ここで述べたような北朝鮮に対する斬首作戦のような形での習近平氏排除というのは実質的には不可能です。そもそも中国はすでに経済大国であると同時にも軍事大国でもあるからです。しかし、たとえそのような軍事的なオプションが使用できないとしても、政治的、外交的、そして謀略という面においては、十分に長期的な戦略として採用し得る話でもあるのです。というわけで今回はそうした戦略についてご紹介するわけですが、引用文が結構長いのでその点はご容赦ください。長いなと思った方は最初に私が言ったように、この戦略というのが習近平氏を排除するための戦略なんだなというその一文さえ分かっていれば、特に問題はないかもしれません。それではどのような戦略なのか、その内容を見ていきましょう。習近平も青ざめる中国共産党内部崩壊を指摘したヤバすぎる論文の内容。匿名の筆者がアメリカの対中戦略を提言した一本の報告書が世界で大反響を巻き起こしている。アメリカは中国共産党ではなく、党内で批判勢力との亀裂を深める習近平総書記に攻撃の的を絞るべきだと主張しているのだ。中国は当然猛反発した。アメリカはどうするのか。より長い電報、アメリカの新たな対中戦略に向けてと題された報告書は1月28日、アメリカの超党派シンクタンクである大西洋評議会から発表された。このタイトルは、アメリカの外交官、故ジョージ・ケナンが1946年、国務省に送った長い電報から引用している。ケナンは電報でソ連に対する封じ込め戦略を提唱し、その後の米ソ冷戦を戦う外交政策の基礎を作った。今回のより長い電報は、米中新冷戦での対中戦略を提言している。同じ論文の要約版も同日、アメリカの政治メディア、ポリティコに掲載された。論文は一体どんな内容なのか、ポリティコ版を元に紹介しよう。21世紀にアメリカが直面している最も重要な挑戦は、国家主席であり、中国共産党総書記の習近平氏が率いて、ますます全体主義を強めている中国の台頭である。中国の経済力や軍事力、技術革新のスピード、アメリカとは根本的に異なる世界観のために、中国の台頭はアメリカのあらゆる国益に深刻なインパクトを与えている。習氏は中国を伝統的なマルクス・レーニン主義に戻し、毛沢東主義者のような個人崇拝を促し、政治的ライバルを組織的に排除してきた。市場改革は頓挫し、民間部門はますます党の支配下に置かれている。自分の権力に対する挑戦は、国の内外を問わず民族的国家主義で対抗した。手に負えない国内の少数民族に対する扱いはジェノサイドに近い。習氏の下での中国は、鄧小平や江沢民、胡錦涛など過去の指導者とは違って、もはや現状維持勢力ではない。この国は国際関係論の世界でいう修正主義勢力、すなわち自分を取り巻く世界を組み替えようと決心した国家になってしまった。習氏はもはやアメリカだけの問題ではない。民主的な世界全体に対する深刻な挑戦なのだ。今後30年間にわたって、習氏の中国に対抗するアメリカの政策を作るために、統合された超党派の国家戦略を構築するのは、今や緊急の課題である。アメリカはケナンの封じ込め戦略でソ連に対抗したが、中国に対しては何もない。これは国家的な責任放棄だ。ソ連は自らの矛盾のために自己崩壊した。だが中国は何がソ連の失敗だったかを学んでおり、はるかに利口だ。中国のシステムは不可避的に内側から崩壊すると仮定するのは非常に危険である。9100万人の党員を抱える中国共産党を打倒するという政治的スローガンにふけるのは戦略的に自滅する。それでは
習氏が政治的エリートと大衆を団結させてしまう。中国共産党全体を相手にするのではなく、もっと狭く、習氏個人に焦点を絞った戦略が達成可能な目標を提供する。彼の独裁的リーダーシップを一層大胆にさせるのではなく、弱体化させる政策に絞るのだ。ケナンはソ連がどう内部で動いているのかを分析した。同じことが中国にも必要だ。政治的現実を見れば、中国共産党は習氏の指導力と壮大な野心をめぐってとてつもなく分裂している。習氏の政治路線のために上級党員は大変な困難に直面し、果てしない忠誠を求める彼の要求に怒っている。彼らは自分自身の命と家族の将来生活に不安を抱いている。習氏への深い疑念を示す例は数えきれないほどだ。中でも、習氏が断行した反汚職キャンペーンにもかかわらず、習氏の家族と政治的インナーサークルの人々が溜め込んだ富に対する国際的メディアの報道は重要である。中国指導層内部の亀裂に焦点を合わせた戦略は非常に重要だ。アメリカの指導者たちはしばしば中国共産党政府と中国国民を区別してきた。ワシントンはその先に進むべきだ。党エリートと習近平を区別するように、政府と党エリートも区別しなければならない。この点は、もっと穏健な習氏の後継者が姿を現してくるにつれて、一層重要になる。彼らの意思決定を変えるには、彼ら内部の政治的枠組みを理解し、操作し、時間をかけて、彼らの政治的かつ戦略的計算を変えていく必要がある。中国の振る舞いを変えようとするアメリカのすべての政策は、こうした現実の下で展開されるべきだ。そうでなければ成果を生まない。この戦略は長期になる。習氏のような指導者が中国の政治機構に影響力を及ぼしてきた時間軸の下で初めて機能するのだ。中国共産党は戦争で最も重要なのは敵の戦略を攻撃することだという孫武、日本では孫子で知られる人物の格言をよく理解している。アメリカもそうあるべきだ。アメリカの戦略は主要な同盟国と完全に調整されていなければならない。アメリカが勝利するためには彼らが必要である。2020年代を通じて中国とアメリカの戦力格差は縮小してきたが、アメリカの戦力が同盟国によって強化されるのであれば、そうした流れを変えることができる。以上で論文が中国をどのように変えようとしているのか明らかと思う。要するに、習氏と不満分子との亀裂を深めて、習氏を権力の座から退場させる。そして、あわよくば、アメリカと良好な関係を築ける穏健な後継者の登場を促そうとしているのだ。ターゲットは中国共産党ではない、習氏その人である。論文が発表されると、インドやパキスタン、イギリス、シンガポールなど、英語圏で賛否両論を含めて議論を巻き起こした。イギリスフィナンシャルタイムズは、著名コラムニストのマーチン・ウルフ氏がコラムで取り上げ、習氏の独裁体制に対する評価に同意しつつも、論文が掲げた目標は達成できないと指摘した。中国の経済的発展が目覚ましく、かつ潜在的な可能性にも富んでいるという理由からだ。当の中国は、外務省報道官が記者会見で筆者が匿名である点を捉えて、闇の動機を持ち、臆病者と批判し、論文を米中新冷戦やイデオロギー対立を引き起こそうとするのは時代の流れと人々の意思に反すると非難した。一方アメリカでは共和党のダン・サリバン上院議員が上院でのスピーチで完璧ではないとしてもこれまで私が読んだ中で最良の戦略を提示している。民主党であれ共和党であれみんなにこれを読んでほしい。対中政策が成功するためには超党派が必要であり数十年にわたって実行されなければならないと語った。覇権国家を目指す中国をさあどう抑えようかというのはアメリカにとっても大きな悩みどころです。何しろアメリカの場合であれば大統領選挙などによってリーダーが変わることがありますし、そのリーダーが変わることによって方針というものがある程度変わることは別に珍しいことではありません。一方で中国はどうかといえば中国共産党一党独裁の国で選挙はありますが機能はしていません。選挙というのはあくまでも中国共産党を信任するための祭典のようなものであり、中国の国民が政権交代を願ったとしても何にも変わらないそのような無意味なものです。では選挙以外の方法で、例えば全国展開するようなデモがどんどんと拡大していけばどうなるかといえば、中国においては人民解放軍が彼ら国民に向けて銃口を向けることとなるでしょう。
何しろ中国における人民解放軍は別に国家のための軍ではなく中国共産党のための軍です。ですから中国共産党を倒そうなどという動きが広がることは反逆分子を排除する理論というものが人民解放軍の側に働くこととなります。またかつての米ソ冷戦の時のソ連のように中国は経済的に孤立することはあまり考えられません。米ソ冷戦時代においては東西においてある程度ブロック経済化していたわけですが、現在の中国はそういった意味では自国の経済圏一帯一路だけではなくそれ以外の国々とも普通に貿易を拡大しており、経済的に自壊するような状態ではありません。そこでアメリカの取るべき戦略というのは中国人民に働きかけることでもなければ中国共産党に働きかけることでもなく、もっともっと的を絞って習近平氏に焦点を絞るべきだというのが今回の提言だったわけです。共産党内部では権力闘争というものは常に発生しています。習近平氏が進めた汚職追放キャンペーンなどによってまさに政敵が葬り去られるといったことも日常的に行われているわけですし、たとえそのような場において追放されない人物について言っても中国共産党への忠誠ではなく習近平氏個人に対する忠誠を示すように求められるような状態です。このような状態については今回の記事では書かれてはいませんが、習近平氏は毛沢東氏に倣って終身国家主席になろうとしている、そういった指摘などもされています。ですから中国共産党のその内部における権力闘争を外部から支援したり、もしくは習近平氏に対する個人攻撃などをもっともっと大々的に展開していくことなども国家として行うべきだというのが今回の提言なわけです。ただし今回提言されたような習近平氏を排除するという戦略を持つということが採用され、それがうまくいったとしてもその後の中国共産党がどうなるかについては一つ問題があります。それは中国共産党それ自体はまだまだ今後も存続するという問題です。習近平国家主席を排除することに成功すれば新しい指導者へと交代することとなります。そして新しい指導者に変わるということは少なくともこれまでの政策を見直すということが必ず実施されることとなり、それによって中国全体の動きというものはある程度停滞することとなります。新しい指導者は自分の権力基盤というものを強化するために、それこそ今行われているような腐敗追放キャンペーンなどを行うことによって習近平氏の息のかかった人物というものを排除しにかかるでしょう。それに伴って政策などが大きな混乱をきたすことも考えられますし、またそのように国内事情に政治的な関心が集中することによって対外的な政策、覇権国家を目指すような動きというものが鈍化するという可能性は非常に高いのです。アメリカの議会は民主党にしても共和党にしても中国の動きを抑えなければならないという意見で一致しています。そのことはトランプ政権下において民主党、共和党双方の話し合いによって中国に対する批判やもしくは制裁法案などを可決してきたことからも明らかです。もちろん台湾への支援なども超党派で合意されてきたものであり、決してどちらかの党だけでご利用しされてきたものではありません。そのように議会においては中国を抑えなければならないし、このような戦略を取ることにもおそらく賛同し、そして後押ししてくれる可能性があります。問題なのはバイデン大統領がこのような具体的な方針を取るかということです。バイデン大統領は少なくともトランプ大統領から以後、人権問題などに対しては強い批判の言葉などを口にしており、その点においては中国批判は弱まっているわけではありません。問題なのは国際協調路線を取ることによって批判する声は強まったとしても、さあ具体的な行動として今回のような直接的に中国の内部を変えようとする、そのような強い行動が取れるかという問題です。日本にしてみればバイデン大統領が中国を大きく変えようとする、そのような動きをすることは歓迎するわけですが、私自身はバイデン大統領はそれこそオバマ大統領の時と同じように口では良いことを言いつつも、しかし実際の行動としては中国の動きを全く抑えないようなことになるのではとかなり疑ってかかっています。そして今回の戦略というものもたとえ採用したとしてもそれを表立って言うことは不可能に近いわけですから、実際アメリカがどう動くかというのが今後の注目ポイントです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。